4つ目という竹垣で誰しもができるような植木屋の男結びつ教科書できてからみんなが同じものを作りやすい。いや庭って本来自由で自分の感性でおはようございます。今日はですね築山の中の庭の続き、ある程度こちらの方の空間をあと整理すれば、大体の目安がつくので、今日はちょっとこちらの径とこっちの作ってきた和風の径をつなげるために仕切り的な形で、竹垣を設けようと思ってます。日本古来のある4つ目という竹垣で制作していきます。材料を揃えれば誰しもができるような感じです。4つの目っていう感じで横と縦の5番の目のようなそんなようなデザインですね、形的には。こっち今言いましたようにこっちの前からあったちょっと洋風的な雰囲気との区切り縁切りみたいな、それからちょっと径の抑えとしてちょっと径を仕切りながら径としてまた成立していくような感じかもわかんないですね。全然それの防具作でそこからもう強度にするとなるとやっぱり違いますけど、もう本当に飾り的な見た目だけの通過にやればラフにできますから、そういう防犯的なものっつう感じじゃないですから、径の中の典型物としての存在ですから。こちらの方向から見て、考えてみると、ここに白い木がいつまでそれこそ俺がこうやって折って直線、あとここにもう2箇所同じ間ですけどちょっと高さを変えて。これは一応一般の人でも購入できるネットで買える黒竹っつう竹です。太さはまちまちありますけども、あと杉丸太、これも大体ホームセンターとか焼けてる状態で売ってますから、これも買えます。竹は割れちゃうんで、キリとかああいうので穴開けてやるんですね。下穴開けないと割れちゃいます。下切っといていいですよ、角最初。
デザイン的デザインのなんか元笛元みたいな、別にそれは関係なしで。竹でほら根元の方と小杖のそれを元口末口つう名前で。でその方が太さの間で丈夫になるからどうしてもこの節で留めた方がこうやってここで釘が裂けてこの節で割れが止まるじゃないですか。これなんかほら節がないところでねパキッて割れればここが割れて取れちゃう。これであと縦子を刺していく。で基本的に別でここストレートなんですけど、ちょっとこっちから見たら縦子の高さをまちまちやっていきます。交互にだから最初表やればその間に入れていけば。よいしょ。じゃあこれで縛っていきます。濡らさない白縄は濡らさないと締まりが悪いんで、これはもう濡らして使わないと。いやこうやってかけてでこっちでやって、いやこれ普通の肩結びこうするような感じでグッて締めて、でこう持ってきて輪っかを作って締めて。これは植木屋の男結びってやつ。これで基本がもうこの結び方ですね。だからこれはもうどんな結び方でもデザイン性っていう形であればいろいろあると思いますよ。ヨットなんかだよね。
低い。これはもうちょっとアクセント的に全然低くします。このぐらい。はい、どうぞ。あ、ここはちょっと動物をちょっと近づけて、まあ、感覚だな。これほら、ここにペイント前からあったやつ。それで夜作る。夜だけここにちょっといいかな。どうぞ。これもう竹で消しようし。そうそう。もう大体真ん中取って、その真ん中に2等分取って、であとはもうその間を打っていいや。まあ測る人もいるけど昔は教わる時には幅を何尺とか決められてるんだけど、決められてるって見てるわけじゃない。教科書がないんだけど、それがなんか庭のパターン化になっちゃって面白くなくなっちゃって、教科書できてからみんなが同じものを作りやすい、同じような形で作り出しちゃったんです。だから発展性が途中でなくなっちゃった。いや、庭って本来そういうて面白くないと思うね。自由で、自分の感性で。だからこれが決まりを作っちゃったら一般の人多分作れないです。気にしちゃって。ただ鉄則的に口止めしてるっていうのは、こう開けちゃうと水が入っちゃうんで、これ口止めこうやって、それはちょっとやっといたな。よし、これで、はい、完成。一応これで竹垣が完成しましたまあ一応こんな感じでラフな感じ。
や、この高さでいっちゃうともう本当にはっきり縁切りみたいな感じになっちゃうので、僕はもうこのぐらいの高さが区切りとしてまあいいのかなと思って、はい。いや、これはね、植物が入ったり、あと周りに演出があって初めてまた雰囲気が出てくるやつなんで、これだけだったらちょっと本当サクッつう感じになっちゃうんだけど、この植物を連れて合わせでこれが引き立ってくる。そうだね。これ形的にはここの全体の径においてのバランスで見てますけど、別名本来の効果っつったらやっぱりそう植物が入って朝がまあそういうつる系が絡んだり、そういうものによってまだ変わってきますから、明日からここのエリアを仕上げていきますから、はい。そうですね、完成ですね、以上。